どうも、日本語で喋りましょうの岡野です。このポッドキャストでは自然な日本語でいろんなテーマについて話しています。このエピソードのスクリプトを読みたい人はぜひパトレオンをチェックしてみてください。よろしくお願いします。今日はスペシャルゲストに来てもらってます。この方です。どうぞ。木村です。はい。今日もね、ゲストに木村さんをお招きしていろいろお話ししていきたいんですけど、今日のテーマは老後にはい。ついて。うん。うん。で、今ね、俺も木村も30歳で、もうすぐね、おじいさんになっちゃうね。まだだいぶあると思うけどね。俺はそう信うん。じたいけどね。いやいや、もう最近で物忘れがね、ひどくて、もう体もさ、錆びついてきて、体そこら中痛いしみたいなさ。マジそんな風になってるもそれはちょっと話を盛ったんだけど、う。でもね、うん。木村が言ったようにまだ老後まで時間があるんだけど、でもね、うん。今、この30歳の日本人のこの2人が、どのぐらい老後について考えているのかっていうリアルについて、今日はちょっと話していきたいと思います。で、まずはざっくりした質問なんだけどさ、老うん。後の生活って考えたときに、なんか不安とかはある？不安あるね。うん。例えば、お金の不安とか？何やればいいんだろうっていう不安じゃない？あ、もう、なんとなく、大まかな、ざっくりした不安。そうそうそう。ううんうん。んうん。で、老後ってまだ先の話ではあるんだけどさ、すでに老後のためにちょっとお金を貯金したりとかはしてる？全然してないね。そんな余裕ないね。あんまり。ああ、そうだよね。あんまり。なんか時々ニュースでさ、老後なんか何千万必要ですとか聞くけどさ、ちょっと厳しいよね、今、経済状況的に。厳しい。なかなか厳しい。もっと年を取ればどんどん現実味が湧いてきて、もっとそういう風に準備するんだけど、やっぱり30歳じゃなかなか実感湧かないからね。そうなんだけど、自分の父親がうん。もうすぐ退職65にもうすぐなるとかっていう年齢時期も、30代の人が多いんじゃない？ 30 代か、20代の人でもね、もう自分うんうん。の両親が退職そろそろするとかっていう時期でもあるけど、だからそれを見うんうん。て、ちょっと少しずつ考え始めるんじゃないの？うんうん。まさに俺の、父親は、この前、定年退職したからさ。うん。本当？そう、それもあってちょっと今日、これについて話したかったんだよね。うーん。なるほどね。うんうん。木村の親はどう？もう退職した？まだ退職してない。バリバリ働いてるけど、もうあと数年だね。だからうん。さ、どうすんのって感じだよね。その終わった後は、どういうこと考えてるのかなとちょっと気になるところはあるよね。聞いてないけど。うん。けど体が元気だったら何でもできちゃうじゃんね。そう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 。それが一番いいことなんだけどさ。うん。うん。それについても質問あるんだけどさ、木村のうん。お父さんはさ、今体元気でさ、老後もなんかいろんなことできそうだけどさ、そのうん。怪我しちゃうとか、どんどん体が衰えていっちゃうっていう不安とかさ、心配はある？老後で。そうね。そうなってくるんだろうなとは思うね。ただ、うん。それに対して、恐れとかはないけど、うんうん。木村は今トレーニングしてるけど、やっぱりこう、老後に向けて60歳、70歳とかになっても、うん。少しでもちょっと続けていきたいなっていうのは考えてる？考えてるね。障害スポーツっていうか、もうずっと動き続けたいなと思うし、うん。それこそ本当ね、老後までそれをやりたいなと思うし、そういう風なライフスタイうんうん。ルを送りたいと思うからさ。だからうんうん。今のうちにいっぱいいろんな考え方考えて、どういう風に体を使うのかとかっていうのね、考えながらやれば、老後まで健康でいれるんじゃないかな、みたいうんうん。確かにね、若い時はもうね、体がさ、丈夫だから何やっても大丈夫だけど、年取るにつれてやっぱり気をつけてトレーニングしないと、怪我な。にそうそうそうそつながったりするからね。う。うん。うん、俺もやっぱりトレーニングしながら、時々ね、肩痛めたりとかするからさ、やっぱうん、りちょっとうん。年が来てるから、今まで通りやってたらダメだなっていうのは感じるわ。
あ、やっぱり。うん。うんうんうん。もうおっさんだな。そうよ、本当にもう心はさ、ずっとさ、なんか、高校生ぐらいなんだけどさ、体はどんどん衰えていくからね。そうね。それでさ、まあ、筋肉に関してはそうだけどさ、まあ、病気うん。とかもさ、どんどん年を取るとそのリスクが上がると思うんだけど、普段うん。今、食事をしてる時に、やっぱ将来健康でいたいから、こういうふうに食事をしようとか気をつけてることとか、気をつけてる食べ物とかはある？そうね。特に気をつけてるわけじゃないけど、別にジャンうん、クフードをそんな、毎日とかさ、毎週とか食べないし、うん、でも、食べたいと思ったら食べる。うん、うん、うん、うん。その、なるほどね。ストレスにならない程度に、うわ、今日すごいマクドナルド食べたいなとか思ったらうん、食べるし、うん、うん、うん。うん、極力自炊で自分で作ってるうん、から、何が入ってるかわかってるしさ。うん、うん。うん。だからそういう面ではまあ気にしてるっちゃ気にしてるけど、別に食べうん。たいものは食べてるみたいな感じ。なるほどね。まあうん。気をつけながらも、まあ楽しみたいときはあんまり気にしすぎないでストレスにならないようにやってるっていう感じだね。そう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 。うん。うんうん。確かに俺もやっぱりジャンクフードとかはあんまり食べ過ぎないように気をつけてるし、あとうん。最近俺思うのはさ、ちょっと油がきつくなってきたと思うんだけど、それは感じる？感じるね。すっごい脂身のある和牛のステーキとかさ、うん、揚げ物とかもそうだよね。揚げ物もそうね。うんうん。やっぱりそこは、やっぱりこの年齢になってきて徐々に感じ始めるんだね。そうね。確かにうん。そうかもね。うん。オカドの場合はさ、でもお酒も うん。ビールをね、よく飲んでると思うけど、その辺うん。はどう思ってるの？それね、やっぱり、俺はお酒は、なんか、多少ならさ、例えばワインとか、うん。多少だったら別に飲んでも全然大丈夫とか、逆にそっちの方が健康っていう人もいるけど、俺はうん。正直お酒はね、体に絶対悪いなとは思ってるのよ。絶対悪いけど、さっそき木村が言ったジャンクフードの話に似てるんだけど、う。うまあ良くないん。って分かりながらも、やっぱり時々ちょっと楽しむ程度にして、あまり飲みすぎは気をつけようかなとはちょっと最近思ってるね。最近思ってるんだ。そう、うちのさ、母親がすごいお酒好きでさ、で、はいはい。そんなに最近はたくさん飲んでないんだけど、平日もお酒飲んだりしてるから、そういうのを見て、いや、俺はお酒は週末だけにしようっていうふうに決めてて。そう。そうなの？そうそう。そう。まあ、ビールはたくさん飲むんだけど、やっぱ平日はちょっと我慢して、メリハリをつけようとは気をつけてる。へえ。まあでもさ、長寿のさ、おじいちゃんおばあちゃんでさ、うん。長寿の秘訣は何ですかとかって聞かれたときにさ、うん。毎晩飲む、一杯のお酒がどうとか、お酒が楽しみですみたいなことが言う人とかもいるしさ、そそうね。の、ね、タバコ吸ってる、でも100歳とか生きる人っているしさ、確かに。わかんないんだよね、実際ね、そんなの。うんうん。そうね。結局、あんまりね、大丈夫な人は大丈夫だからね。そこら辺は、うん、自分の人生の最後になってみないとわからないんだけど、でもまあ、俺はちょっと気をつけようかなと思い始める年齢だね、今。なるほど。で、あと老後についてちょっと聞きたいのは、今さ、木村はオースうん、トラリアに住んでるけどさ、うん。老後もオーストラリアに住みたいなって思う？思うね。うんうん。あ、それはどういうところがいいなと思まあ、人がいっぱいいる日本に比べれば、う？うん。ね、もっと、のんびりとした生活ができるし、うん自うん然も溢れてるし、医療もね、別に悪くないし、うん。うんうん。うん、そういう面ではいいなって思うけど、なるほどね。まあ天気もいいし、自然もたくさんあるし、良さそうだよね。うん、そうね。うんうん。俺は今、横浜にいるけど、
まあ、横浜でも全然悪くないかなと思うんだけど、ただ一つね、横浜はやっぱりね、坂がすごい多いのよ。ああ、多いね。うん。うん、だからちょっと坂が特に多い地域は老後は大変かなと思うから、もしこのまま横浜に住むとしたら、横浜の中でも坂が少なめなところにしないとちょっと大変かなと思ああ、結構さ、老後になってから田舎に引っ越す人とかもいるけどさ、う。うん。そういうのは考えたりしない？そうね、それは考えないね。あ、うん、やそっぱり、うん、田舎はちょっと大変すぎる。なんか車がないとね、どこにも行けなかったりさ。う。うで、ーん、絶そうね。対、その老後になったら病院にね、行かなきゃいけないけど、病院まで毎回車で行かなきゃいけないってなると、もし自分がね、車運転できなくなったりしたらさ、すごい、また大変なことになるからさ。そうね。確うん。かにね。だからそういう自分が必要な、まあ、スーパーとか病院とかから離れすぎないところ。うん。だから、すごい都会じゃなくてもいいんだけど、まあ、まあまあのサイズの中ぐらいのサイズの街に住みたいなっていうふうマジで。には思うね。なるほどね。まあ、老後ってまだまだ先のことだけど、今からね、準備できることってのもあると思います。なので皆さんも今日のエピソードをきっかけに、ぜひ老後について一度考えてみてください。はい。ということで今日は老後について話してみました。皆さんは老後のプランがありますか？ぜひコメント欄で教えてください。それから今日の話を聞いて少しでも面白いと思ったら、ポッドキャストのフォロー、YouTube の高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。それじゃあ最後まで日本語で喋りましょう。聞いてくれてありがとうございます。今日話した内容の振り仮名と英語訳、重要単語リスト付きのスクリプトを読みたい人は、リンクに載っているパトレオンのサイトをぜひチェックしてみてください。そこで話してほしいテーマもリクエストできるので、どしどしメッセージを送ってください。それでは皆さん、さよなら。さよなら。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。